パークリングワインはコレットという作りで、フランスの著名なシャンパンメーカーでずっと修行してた醸造家が作るエレガントな作りでですね、でトラディショナルと申しまして、伝統的な手法を用いて丁寧にゆっくりこちら冬のソパ、ソパはスペイン語でスープのことです。根菜の菊芋でお作りする温かいスープ、上にミルクの泡がございます。もこもことしたこの泡の燻製の香りをつけて冬の煙った印象を重ねています。そして中に少し食感を残したごぼうが地球に眠る根っこのような感じです。上の一枝のハーブには冬の中の緑を象徴しています。どうぞ温かいうちにお楽しみください。
奈良県の南側で育った大和鴨、大和肉鶏、大和ポークでお作りするテリーナです。下には澄んだ水としてコンソメがございます。小細工塩や柿の葉などでお作りするこのコンソメには、東大寺で行われるお水取りという行事に、その行事で観音様を通して浄化された我々の澄んだ心を映しています。また12月の冬至に食べられるかぼちゃをマッシュにしたもの、そして春の七草の一つ、箱べを添えております。季節の巡り、また新しい1年がやってくる、そんな春の日差しを感じていただきたいと思います。シェリービネガーと松の実のチップも添えていますので、ご一緒にお楽しみください。奈良県産のお米で作るスペイン風米の煮込みのお料理、アロスクレモソ。ピリピリはスペインの郷土料理の一つで、塩だらとオリーブオイルを煮詰めてお作りします。タラから出る水分やゼラチン質が乳化をして白濁としたソースになります。牛崎ネブカとございますが、こちら奈良の伝統野菜のネギです。ただ、シーズンが過ぎてしまいましたので、今回は奈良県の別のネギを使用しております。ニンニクの香りとお魚の甘みとともにお楽しみください。タブラという作り手のダマナというワイン、こ
ぶどうは天ぷら20です。スペインを代表する黒ぶどうですね。とてもモダンな作り手でして、香りが華やかで緻密な味わい、上手に作られてます。で若干ハーブのようなクリーンな印象も感じさせます。こちらはスペインバルデオラスというところなんですけれども、広いスペインで見るともうポルトガルに近いです。ガリシアと呼ばれるベントゥーラというワインですね。ブドウはガルナッチャ、スペイン以外だとブルガシと呼ばれるブドウですが、スペインが原産です。でこちらも滑らかなタンニンと果実味が特徴なんですけれども、熟成感はもうチョコレートのようなカカオのようなそんな印象を感じさせます。面白いワインです。こちらでこのベンチュラ、はい、お願いします。はい、豚のサフランとイカスミのフィレバでございます。黄色いソースがサフランのソース、あまり知られていませんが、奈良県の宇田で採れたものを使用しています。お魚は切らずにローストにしておりまして、下にはフィレバという細いパスタ麺とイカスミを合わせたパエリアのようなもの。お隣の白いソースは相乗りのソースです。香りとうまみの重なり合いをどうぞお楽しみください。奈良県五条のイノシシご用意しています。同じく五条で採れたリンゴが下に、冬の野菜のかぶらもございます。また奈良県生駒の蜂蜜でお作りするソースも下にご用意しておりまして、上にはルッコラ、今またシーズンを迎えております。このルッコラの辛みと蜂蜜の甘い香りとともにお楽しみください。は
上がりいただいた後にお持ちする食後のお飲み物のご説明です。こちら奈良県月ヶ瀬お茶の名城地から届きます有機栽培のお茶3種類でございます。まず緑の茶葉がお煎茶、塩種という畑の名前がついておりまして非常に柔らかな味わいでございます。赤っぽい茶葉は奈良県で独自に栽培されております緑茶の品種大和緑を紅茶に仕立て上げました和紅茶でございます。春摘みの新芽の部分を使用いたしまして渋みの少ない紅茶に仕上げております。もう一つ黄色にかかった茶葉はほうじ茶、仕上がりもお月様のように黄色いことからお名前が月光、月の香りと書きます。非常に香ばしい香りのするほうじ茶でございます。こちら3種類のお茶のご用意とコーヒーとエスプレッソをご用意しております。全部で5種類です。お好みのものを1つお選びください。こちらはカレー粉森をイメージしています。枝の上になった柿が乾いていく様をセミドライにした柿と干し柿、ヨーグルトと少し合わせたものとで表現しています。上にはシブストクリーム、パチャランというスペインのリキュールで落ち葉のような香りもつきました。キャラメルのジェラートと黒糖のチュイルがございます。チュイルのザクザクとした食感には枯葉や枯れ枝を踏みしめて歩いているようなそんな感覚。そして仕上げにはスパイスをふんだんに使用しています。東大寺の裏手の正倉院では1300年も昔からスパイスを薬の代わりに奉納していたと言われていますので、そんな奈良の歴史を思いながらお楽しみください。はい。